皆さん、こんにちは。8月もいよいよ最後の1週間です。皆さん、この夏の疲れ、溜まっていませんか？朝起きても、なんとなく体が重い。暑くて食欲がない。湿気でジメジメして、なんだかやる気も出ない。でも季節は、23日からすでに処暑に入っています。日中はまだ暑くても、朝晩の空気に、ほんの少し秋の気配を感じる頃。そして、間もなく9月です。こんな季節の変わり目だからこそ、私は皆さんに、食卓から一つ、始めてほしいことがあります。キーワードは、発酵です。なぜ、8月25日に発酵なのか。25日は、一粒万倍日。一粒のもみが育ち、たくさんの実りへつながっていくことから、小さく始めたものが、その先へ大きく育っていく日に重ねられてきました。そして、発酵も面白いんです。目の前では何も起きていないように見えても、時間をかけて少しずつ変化していく。だったら25日は大きなことを始めるのではなく、夏の終わりの体を整える一粒を食べることから始めてみませんか？今日ご紹介するのは3つです。もちろん、まだ何を食べるのかは言いません。そして全部食べる必要もありません。今日のお話を聞きながら、この中から一つ、これなら食べてみようと思うものを見つけてください。そして実は25日は一粒万倍日だけではありません。旧星を見ると、五黄土星が中宮に入ります。その意味は、食べ方と一緒に一つずつお話ししますね。そして9月は、このチャンネルでもとても大切に見ていきたい時期に入ります。暦と食から一緒に準備していきたい方は、ぜひチャンネル登録をしておいてください。それでは、一粒万倍日の今日、最初に食べていただきたいもの、一つ目から見ていきましょう。では、一つ目です。今日、最初に食べていただきたいもの、それは納豆です。冷蔵庫から出して、混ぜて、ご飯にのせる。忙しい朝でも、これならできますよね。でも皆さん、私たちが当たり前のように食べている納豆、いつ頃から日本人は食べていたのでしょう。実は納豆の歴史は、この年、この場所で誕生しました、とはっきりわかっているわけではありません。大豆そのものは、平安時代にはすでに、日本人の食生活に取り入れられてきました。そして現在私たちがよく食べている糸を引く納豆については、煮た大豆が稲わらなどに触れることで、そこにいる納豆菌によって発酵したものが、その原型になったと考えられています。有名なのが、源義家にまつわる伝説です。平安時代、東北へ向かった源義家の軍勢が、煮た大豆を藁に包んでいたところ、いつの間にか発酵して糸を引き、食べてみたら美味しかった、という美味しいお話が残されています。ただしこれは、納豆誕生の歴史的事実が確認された、ということではありません。あくまで、納豆の起源を語る有名な伝承の一つ。でも面白いですよね。大豆、藁、そして時間、人が意図して作ったというより、自然の力によって、小さな豆が別の食べ物へ変わっていく。私はここにも、今日のテーマである、育つ、という言葉を感じます。そして納豆は、日本全国で同じように食べられているようで、実は地域によって、好まれる食べ方にも違いがあります。今日はちょっと、納豆で日本を旅してみましょう。まず、関東、納豆といえば、白いご飯に納豆。からしと醤油やタレを加えてよく混ぜていただく。皆さんが思い浮かべる非常に馴染みのある食べ方ですよね。特に茨城県の水戸は納豆の産地として全国的に知られています。ではそこから北へ行って東北には納豆をそのままご飯にのせるだけではなく地域の食材と合わせた料理もあります。例えば山形などでは夏野菜や香味野菜を細かく刻んだ郷土料理だしと納豆を合わせていただく食べ方もあります。暑い8月にはこういう食べ方もいいですよね。そして秋田には納豆をすりつぶして汁に加える納豆汁という郷土料理もあります。同じ納豆でもご飯にのせるだけではないんです。今度は中部地方、ここでも面白いものがあります。例えば長野には大根などを干して作る趣味大根など保存食文化が発達した土地がありますし、納豆も地域の食生活の中で食べられてきました。また新潟など米どころでは、やはり炊きたてのご飯と納豆という非常にシンプルな組み合わせもよく似合います。そして関西の人は納豆を食べないという話を一度は聞いたことがありませんか？昔は関東などに比べて納豆を食べる習慣がそれほど強くなかった地域もあります。でも現在はもちろん関西でも納豆は普通に売られていますし、食べる方もたくさんいらっしゃいます。ですから関西人は納豆嫌い
と決めつけるのは、今では少し乱暴ですよね。そして、四国、ここでは、薬味を加えるなら、土地の柑橘を使ってみるのも面白い。例えば徳島なら、すだち、いつもの納豆に、ほんの少し柑橘の香りを加えると、暑さの残る季節にも、さっぱりいただけます。そして最後は、九州。九州では、醤油そのものに甘みのある地域があります。ですから納豆も、甘めのタレや醤油でいただくと、関東で食べる納豆とは、また少し違った印象になります。さらに、ネギや卵など、家庭によって好きなものを加えていく。こうして北から南まで見てみると、同じ小さな大豆でも、土地によって食べ方が変わっていく。これ、とても面白いと思いませんか？そして25日は、一粒万倍日。だから今日は、この食べ方でなければいけない。ではありません。皆さんの暮らしている土地で、皆さんが食べ慣れている方法でいいんです。いつもの納豆を一つ、今日の食卓へ加えてみる。そしてもし、毎日同じで飽きちゃった、という方がいたら、今日ご紹介した日本各地の食べ方から、一つだけ真似してみる。それも、小さな変化ですよね。一粒の大豆が、発酵によって姿を変える。そして日本各地へ広がり、それぞれの土地の食文化と結びついていく。一粒から、育って、広がる。私は今日、そんなところにも、一粒万倍日の面白さを重ねてみたいと思います。そして次は、同じ大豆から生まれるものでも、納豆とは、全く違う姿に変わった発酵の知恵を、見ていきましょう。二つ目は、豆腐です。日本には様々なお豆腐があります。例えば、高野豆腐、厚揚げ、ごま豆腐、卵豆腐、油脂豆腐、名前に豆腐とつくものもありますが、実は全部が大豆から作られているわけではありません。そして日本を北から南へ見ていくと、豆腐はその土地の気候や宗教、保存の知恵によって驚くほど姿を変えているんです。まず面白いのが、高野豆腐。高野と聞けば、和歌山県の高野山を思い浮かべますよね。ところが現在、氷豆腐の大産地として知られるのは、長野県。では今度は福井県。福井へ行くと、私たちが想像する油揚げと少し様子が違います。分厚いんです。全国的には厚揚げ、生揚げと呼びたくなるようなものを、福井では油揚げと呼ぶ文化があります。しかも福井市は、油揚げ、がんもどきの年間購入額が63年連続全国1位。63年ですよ。ここまで来ると、単なる人気食品ではなく、土地の食文化ですよね。そして南へ行って、奈良の吉野。吉野といえば、本葛。吉野の寒い冬と良質な水を生かして作られてきた吉野本葛は、長い歴史を持つ伝統食です。この葛を使って作るものの一つに、ごま豆腐があります。でも皆さん、ここで気づきませんか？ごま豆腐には豆腐とついていますが、一般的なごま豆腐は大豆の豆腐ではありません。ごまをすり、葛などを使って固める豆腐という名前なのに大豆ではない。そして卵豆腐も同じです。卵と出汁を蒸し固めるもので、こちらも大豆の豆腐ではありません。ではもっと南へ、沖縄まで行ってみましょう。沖縄には島豆腐があります。そして豆乳ににがりを加え、固まり始めたふわふわの状態でいただく油脂豆腐。沖縄では豆腐が本土とはまた違った食文化を育ててきました。こうして日本を旅してみると、一粒の大豆が土地によってこれだけ違う食べ物になる。凍らせる、揚げる、固める、その土地の水や気候、暮らしや宗教まで加わって、一つの大豆からいくつもの食文化が育っていく。これも私は一粒万倍日の日に知っていただきたい一粒の広がりだと思うんです。では、最後の3つ目です。1つ目では、納豆を通して日本各地の食べ方を見てきました。2つ目では、同じ大豆から生まれた食文化を追いかけて、長野、福井、奈良、和歌山、そして沖縄まで旅をしました。では最後は、日本を飛び出してみましょう。私の故郷、イギリスです。3つ目に食べていただきたいものは、チーズ。でも皆さん、スーパーでいつものチーズを買って、そのまま食べましょう。では少しつまらないですよね。せっかくですから今日は、イギリスのリンダから、2つのチーズをご紹介します。まず1つ目は、皆さんもよくご存知だと思います。チェダーチーズ。チェダーというのは、もともとイングランド南西部、サマセットにある、チェダーという土地の名前なんです。今では世界中でチェダーチーズが作られていますから、日本のスーパーでも、比較的見つけやすいですよね。若いチェダーなら、比較的穏やかで食べやすい、熟成が進んだものになると、味わいも香りも、ぐっと力強くなっていきます。そして私なら、これをチーズだけでは食べません。夏の終わりなら、リンゴや梨、あるいは、ぶどう、薄く切ったチェダーに、果物を一切れ、これだけでいいんです。チーズの塩気と、果物の甘み、これが、よく合うんですよ。
そしてもう一つ、こちらはちょっと勇気がいるかもしれません。見た瞬間、これ食べるのと思う方もいるかもしれません。なぜなら、青いカビが入っているから、イギリスを代表するブルーチーズの一つ、スティルトンです。白っぽいチーズの中に、青い模様のように、カビが広がっています。香りも、チェダーよりずっと個性的。初めて食べる方なら、ちょっと強いな、と思うかもしれません。でも、ここに果物を合わせると、また印象が変わります。例えば、梨、あるいは、イチジク、ブドウでもいいでしょう。スティルトンを、ほんの少し、そこへ、果物を一口、青カビチーズの塩気や強い風味に、果物の甘みが入る。すると、チーズだけで食べた時とは、違う表情になるんです。苦手な方は、もちろん無理をしなくて大丈夫ですよ。チェダーだけでも十分です。でも、もしスーパーやチーズ売り場で見かけたら、これがリンダの故郷の味か、と思って、一度試してみるのも面白いかもしれません。そして皆さん、今日、なぜ最後にチーズを持ってきたと思いますか？納豆とチェダー、そして青カビを使ったスティルトン。国も違う、原料も違う、味も違う。でもそこには、人間が目には見えない微生物の力を利用して、食べ物を変化させてきた知恵があります。特にチーズは、時間をかけて熟成することで、味や香りが変化していくものがあります。今日作って、明日すぐ、長期熟成したチーズになるわけではありません。時間が必要なんです。ここで、今日の一粒万倍日に戻ってみましょう。一粒のもみも、今日巻いて、明日、たくさんのお米になるわけではありませんよね。芽が出て、育って、時間をかけて、やがて実る。だったら私たちも、今日一日で、全部変わろうとしなくていい。そしてここで、冒頭に残しておいた、もう一つのお話です。25日は、旧姓では、五黄土星が中宮に入る日。中宮とは、真ん中、五黄は、五行では、土に重ねます。だから私は今回、9月を前にして、外へ何かを求める前に、まず自分の中心、体の土台を見直す、そんな日にしてみたいんです。納豆でもいい、豆腐でもいい、チェダーでもいい、少し冒険して、スティルトンでもいい、全部食べる必要はありません。今日の食卓に、一つだけ新しい選択を加えてみる。そして、それを一日で終わらせず、自分に合うものなら、9月にも続けてみる。一粒万倍日の一粒を、今日は、食卓から始めるんです。そして今回、日本の納豆から始まって、日本各地の豆腐文化をめぐり、最後は海を越えて、私の故郷イギリスまで来ました。土地が変われば、食べ方も変わる。でも、どの土地にも、食べ物を大切に育ててきた人の知恵があります。暦をきっかけに、いつもの食卓から、知らなかった土地の食文化へ旅をしてみる。これもまた、このチャンネルで皆さんと一緒に楽しみたい、暦と食の時間です。さて皆さん、今日は8月25日、一粒万倍日、日本の納豆から始まって、各地の豆腐文化をめぐり、最後は海を越えて、私の故郷イギリスのチーズまで、食で小さな旅をしてきました。でも、今日一番大切なのは、皆さんが今日選ぶ、一粒、を決めてみてください。そして決まったら、ぜひコメント欄に、今日はを食べます、と書いてくださいね。あるいは、皆さんの地方に、こんな納豆の食べ方があります。豆腐なら、うちの地方ではこう食べます。というものがあったら、それもぜひ教えてください。日本全国、そして世界の皆さんの食べ方がコメント欄に集まったら、コメント欄そのものが、小さな食文化の旅になります。私も楽しみに読ませていただきます。そして、もうすぐ9月です。今日始めた小さな一つを、一日で終わらせず、自分に合うものなら、少しずつ続けてみてください。一粒が、明日へ、そして9月へ、今日の小さな一粒が、どんな風に育っていくのか、楽しみにしていきましょう。これからも、暦だけではなく、日本各地、そして世界の食文化を巡りながら、毎日の暮らしに取り入れられる、暦と食、をお届けしていきます。次の大切な暦も見逃さないように、ぜひチャンネル登録をして、一緒に9月を迎える準備をしていきましょう。それでは皆さん、今日も美味しく食べて、小さな開運貯金を一つ、また次の動画でお会いしましょう。